ヤッホーとしきです。今回は荒野エリアまでのおすすめ攻略5選ということで、ついに発売されたステラブレイド、ビジュアル面もさることながらアクション面もめちゃくちゃ楽しいっすよね。今回は僕ノーマルモードでサブクエとかも全制覇しながらご覧の感じでおすすめ攻略まとめてきましたので、よかったら最後までご覧ください。特にね、探索の裏技だったり、缶なんかもね、結構頑張って集めてきましたんで、皆さんの参考になったら嬉しいですね。ちなみに他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。おすすめ設定と探索の裏技やってみたいと思います。まずね、ゲーム始めたら設定触ってみてほしいんですけど、一番最初に触れたいのがこれゲームプレイのところの自動アイテム回収。これ最初デフォルトでオフなんですけど、オンの方がめちゃくちゃやりやすいですね。で、あとご紹介したいのは全部アクセシビリティというところにありまして、常時センタードット表示。これオンにすると画面用意しやすい人、これ見えますかね？ちょっと白い点が真ん中に見えますね。よくあるバイオハザードとかにもあるんですけど、これ表示するだけでぐっと画面酔いがなくなるので、酔いやすい方はね、やってみてください。ちなみに標準のね、先にもなるんで、結構ね、エイムするときに便利だったりするんで、アクション苦手な方、エイムが苦手な方もね、これ出しとくと結構便利かもしれないですね。で、画面酔いつながりで、モーションブラー結構強めに入ってるのと、カメラの揺れも最初から10なので、ここら辺ね、下げちゃってもいいかなって感じですね。臨場感はちょっと減るかもしれないんですけど、画面酔いするよりはね、こっちの方がいいと思うんで、これはお好みで調節してみてください。で、下の方ズズズズっと行って、操作のところ、こちらですね、垂直感度、水平感度、カメラの動きの速さに関してですね、デフォルトがね、これ確か0だったんですけど、僕はね、3でやってますね。3だとね、こんな感じの速さになってますね。結構速いでしょ。で、敵がね、結構囲まれると厄介なんで、探索するときも便利なんでね、これはいつも僕触るんですけど、結構速い方が好きなんで、これもね、皆さん好みの速さに変えてみてください。で、結構これ重要だなって感じるのが、さっきもエイムの話したんですけど、ここにね、エイムアシストの強度を選べるんですね。デフォルト5で、僕はデフォルトのままでやってるんですけど、エイムとかアクション苦手な方はね、これ10とか8、7ぐらいでもいいんじゃないかなと思います。多分ね、すごくやりやすくなると思います。最後、探索の裏技というところで、どこにあるのかというと、これですね、高コントラスト。これ最初オフなんですけど、これがなんで探索の裏技になるのかというと、これ試しに、プリセットいろいろあるんですけど、プリセット1にしてみます。そうすると、今見ていた世界がこんな感じになるんですね。めちゃくちゃ世界観崩れるんですけど、あそこに爆発物があるなっていうだけではなく、実はこれ、こっち見ると、ほら、登れるところが常にハイライトしてくれるんですね。これやばくないですか？普通に冒険していてね、こうやって、スキャン入れると思うんですけど、敵もこんな感じでいるなって見えるんですけど、ここにも登れるところありますね。爆発物だったりね。これね、かなり探索のお供にすごく役立つんで、しかもね、こんな感じで敵がずっとね、赤い状態で見えるんですね。どこにいるか分かりやすくて、うわーってこうやって角待ちされても、今食らいましたけど、敵がどこにいるかすごく視認しやすくなるんで、かなりおすすめですね。こういう扉とかもね、ずっとハイライトしてくれてるんで、本当に便利なんですが、やっぱりね、このまんまやっていくと、なんか世界観ぶっ壊れてますし、ストーリーのムービーが入ってもこのまんまでいってしまいますので、全然ね、没入感なくなってしまうんで、これ使うところはね、なんか探索で困ったら、ちょっと高コントラストを入れてみるっていう使い方がいいんじゃないかなと思います。本当に困った時の裏技みたいな感じで、覚えておくとね、かなりね、役に立つ時があるんじゃないかなと思います。実はこれもね、こっちいけるんだよねとかね。これ知らなかった方はぜひね、試してみてください。最優先スキルフリーやってみたいと思います。今作こんな大量にね、スキルツリーが用意されていて、まだロック中の部分も2つあるんで、マジで楽しみですよね。数が多い分、どこから育てればいいのって悩む方多いと思うので、このベータ、攻撃、サバイバルの欄で、それぞれによって最優先だなって個人的に思うものを紹介していきたいと思います。今回は特にアクション苦手な方向けにご説明していきますので、パリとかね、取れる方はじゃんじゃん取ってって、どんどん進めてってくださいね。で、まずベータからいきます。ベータは必殺技の項目ですね、4種類あるんですけど、先に結論をお伝えしますが、僕がよく使っていて個人的に超強いっていうかぶっ壊れてるのはこれですね。トリプレットですね。で、次いでシールドブレーカー。この2つをよく多用しています。で、トリプレットなんですが、これ何が強いのかっていうと、そもそもね、最初から解放されていて、ここら辺まで行くのにスキルポイント少なくて済むっていうのも
もあるんですけど、技の出が早くて3連撃するんですごくダメージが高いですよね。で、2項目目下、ベータエネルギー回復っていうのがあるんですけど、これはね、敵に命中すると少量のベータエネルギー回復って書いてあるんで、要するにこのトリプレットを打つために必要なベータエネルギー2コマ分がちょっと少なくなるよっていう意味と同義ですよね。回復するんでね。1. 点ちょいコマぐらいで打てるっていう実質そういうことになるんで、これはね、こっち選んだ方がいいんじゃないかなと思います。で、そのまま進めていって、クワドラプレット4連撃目が出るやつですね。もうここら辺まで来るとかなりの大ダメージを期待できますね。本当に助かります。少ないチャンスでね、思いっきり、敵の体力を減らすことができます。で、一番やばいのが、なんでこのトリプレットが一番強いって思ってるのかというと、こちら、フィニッシュ攻撃強化。スキルポイント5も必要になるんですけど、よく読んでくださいね。敵にヒット時にバランスにダメージを与える。しかも攻撃力が上昇するって書いてあるんですね。このバランスにダメージを与えるっていうのがチート級だなって思うんですけど、バランスっていうのはいわゆる体感ゲージですね。よくあるその体感を削り切ると敵がダウンして致命攻撃のような大ダメージを与えられるっていう仕組みなんですけど、敵の HP の下になんかブロック数が書いてありますよね。つまりジャストパリーで本来は削らなければいけない体感をスキルで減らすことができるっていうのがめちゃくちゃ強いんですよ。例えば敵の体感値が残り2の時にこれ2連撃するだけでそのまんま致命まで持っていけるんで、もう一気に大ダメージ確定なんですね。マジでね、アクション苦手な方の救済というか、それぐらい強いなと思うので、ぜひここまで最優先で育てていただきたいです。さらにね、この上のインパクト強化っていうのもめちゃくちゃ強くて、初撃が敵をスタンさせるって書いてあるんですね。スタンさせるって超やばいんですよ。どういうことかちょっと実践やってみますかね。はい。例えばこんな敵がいたとして普通に攻撃打ってきますよね。特殊攻撃に変えてみます。敵が近づくと、こういうヤバめの攻撃してくる時ありますよね。回避とか慣れてない方は、こうやってやべえって思った時にこれ、はい。これ今何が起きたのかというと、敵の攻撃をキャンセルさせてるんですね。これがスタンの本当の意味合いで、やべって思った時にこれ打つだけでもう無条件に、はい。こんな感じで敵の攻撃キャンセルさせれるんで、これがね、本当に助かります。全体的に技の出も速くて、しかも威力も高いし、体感も削れるっていうんで、これマジで無敵な技だなって思います。ぜひね、これはアクション苦手な方にこそ使ってもらいたい技ですね。はい。そして僕がよく使っているシールドブレイカーですね。今作は敵もシールドを持っていて、このシールドを削り切らないとなかなかダメージが入らない仕様になってるんで、開幕シールドブレイカーを打って、まず敵のシールドを剥がすのが最優先になってきますよね。ここもね、進めていくと、敵に命中すると少量のベータエネルギー回復、シールドブレイカーを打つためのエネルギーが少なくて済むみたいな項目があるんで、ここまではね、振っていただきたいですね。あとはね、デュアルブレイカーとか貯めて2回打てますよ、みたいなのあるんですけど、ここはね、スキルポイント余ったらでいいと思います。とりあえずここの1、2、3、ここまではね、解放した方がいいんじゃないかなと思います。マジで便利なんでね、ぜひ使ってみてください。続いて攻撃欄行ってみます。これがね、今回のスキル紹介の一番優先されるべき項目で、これですね。アンブッシュ。ステルス暗殺を可能にする項目ですね。これはね、1SP だけなんで、まず一番最初に振っていただきたいですね。というのも、道中の敵、雑魚敵でも HP 高いし、結構攻撃力高いですよね。いちいち相手してるとなかなか進められないので、背後から敵をね、無条件に倒すことのできる、このアンブッシュを覚えるだけでもう全然進み方が変わります。どんなに HP が高くても、今作はね、一撃で倒すことができますんで、ぜひこれはまず最初に覚えてみてください。で、もう次はこっちですね。ベータエネルギーのリチャージ1、2ですね。攻撃当てた時にベータエネルギーの回復が増加するっていうので、もうこれは必須級かなって感じですね。ベータスキル何回も打てた方が強いんで、ここをやってみてください。そして最後サバイバルですね。ここはもうお決まりですね。フォーカスブースト、ジャストパリーが決まりやすくなるのと、リフレックスブースト、ジャスト回避が決まりやすくなる。この2つはね、まず先に覚えていただきたいですね。すごくね、やりやすくなりますし、決まりやすくなるって、覚えとくとうまくできるような感じしないですかね。アクション苦手な方はね、もしかしたらさっきのベータスキル解放よりこっち先の方がいいかもしれませんね。本当にやりやすくなるんでおすすめです。これを解放したらブリンクとリパルス、ここも必須級のスキルなんで解放していただいて、その後がやっぱりここですかね。ベータエネルギーのリチャージ1、2、ジャストパリー成功した時にエネルギーの回復量が増加する。どっからでも
のベータエネルギーが回復できるようにしておいた方がいいかなと思うので、ぜひここもね、育ててみてください。といった感じでご説明してきましたが、マジでね、トリプレット超おすすめなんで、ぜひ使ってみていただきたいですね。結構世界変わりますよ。そしてこちらもスキルフリーの枠でご紹介しますが、ちょっとね、物語進めるとリペアコンソール、攻撃力強化とか、HP 回復の回数増加とかね、こんな感じで強化できるんですけど、最優先するべきはこっちのドローンですね。これもね、物語を進めると強化できるようになるんですが、まずこちらハッキングツール。これを覚えないと道中で開けられない宝箱が大量に出てくるんで、まずハッキングツール覚えていただいて、で、このハッキングツールを覚えたら、そのまんまずっと下をどんどん覚えていってください。ここがマジで重要です。まずスキャナーのアップグレード1、スキャンの持続時間が 50% 増加、そしてその下、クールダウンが 30% 減少。ここはもう本当に快適になるんで、ぜひね、やっていただきたいのと、これが一番やばいです。簡単知識、4つアップグレードモジュールが必要なんですけど、これを覚えると、今回の収集要素である小さな缶をね、検知してくれて、音で知らせてくれる。後でね、僕が個人的に見つけた缶たちをご紹介しますが、本当に小さくて見つけづらいんで、これは真っ先に覚えておいていただきたい。で、結構アップグレードモジュール必要になるので、後で簡単にゲットできる場所をご紹介しておきますので、そちらも参考にしてみてください。こちらが実際に缶を探知した時の映像ですね。なんか音って書いてあったんですけど、音よりなんか動きがこんな感じで分かりやすいので、結構ね、目立つと思います。はい。出てきましたね。これを目印に缶を皆さん探していってください。はい。お手軽ドローンモジュール8個やってみたいと思います。先ほどスキルフリでもご説明しましたが、8ポイントもあれば、他でね、ドローンのポイントを使ってしまったとしても、簡単チキンまでは結構近づくと思いますので、ぜひ参考にとってみてくださいね。で、まず今どこにいるのかというと、荒野のワールドマップの結構右端のこの位置まで来てください。で、ここに来ると、チビロボがいて、そいつが宝箱の鍵を持ってるので、どんどん撃って倒してみてください。で、取ったら、こっちに進みます。はい、このまままっすぐ進んでいっていただいて、大きく回り込んでいきます。ここね、宝箱だけで一気に5個ゲットできるんで、ぜひね、取ってみてください。で、こっちですね。はい、この電話機が目印。これを見たら上に登っていきます。ここ黄色いペイントついてますね。登れますっていう感じですね。で、まっすぐこの隙間を通っていただいて、で、ここからちょっと右、ここ実は行けるんですね。ちょっとダクソっぽいですよね。こんな感じでギリギリ、はい。行ける道を行くと、ここに鍵付きの宝箱があって、この中から一気にドローンポイント5個ゲットできますんで、結構簡単なんで、ぜひ取りに来てみてください。で、続いてすぐ近くにまたもう一つポイントが落ちてますので、ご案内したいと思います。そのまんまね、南に進んでってください。マップで言うと、さっきの電話機まで戻ってきたら、こっちですね。ここまで行くと、チビロボがまたドローンポイント持ってますので、倒しに行きましょう。ちなみにここね、進むと、ずいっと進んでいけるんですが、ここ壁を使いながら行ってください。なぜかというとね、あそこにね、めちゃくちゃ強めな、固定砲台ってこれめちゃくちゃ食らうんで、マジで気をつけていってください。本当に舐めるとこれで死ぬので、壁使いながら、来てみてください。マジで死にます。アップね。チビロボね、ここにいるんで、なんとか頑張って倒してみてください。死んだ。そして最後、ここで2ポイント一気にゲットできます。今回もチビロボですね。マップで言うと、このジャンクヤードというワープポイントから、こう南に行って、ちょっと左に落ちた、ここら辺の通路にいます。そこまでご案内したいと思います。こんな感じで動画の通りに進んでいただいて、このね、鉄柵の中に入って、敵いるんでご注意ください。で、ここまで来たら、この紐で下に降りますね。そしたらもうすぐなんで簡単ですね。降りたら確かね、ここら辺にいたと思うので、頑張って倒してみてください。マップで言うと、ここですね。これで合計8個集まりますんでね、ぜひね、簡単チキンまで育成頑張ってみてください。はい、それでは今作の収集要素である缶の場所を紹介していきたいと思います。結構頑張りました。いや、マジで小さくて見落としやすいんで、この他にもね、ある可能性があるので、こんなとこにもあったよって知ってる方はぜひコメントで教えてください。缶を集めるとどんないいことがあるのっていうと、こんな感じの報酬になってますね。まあ、特段必要なものはないかなって感じなんですけど、まあ一応ね、収集要素なんで、絶対みんな集めたいと思うんでね、頑張って探していただきたいのと、やっぱり全て回収した後のナノスーツですね。めちゃくちゃやばいですね。おしゃれというか、なんというか、まあ目の保養になりますよね。これ必ずゲットしたい方は頑張って集めてみてください。で、先進めて
ていくと荒野エリアみたいなセミオープンワールドはマップ開けるんですけど、こういったね、今建設現場っていうワープポイントにいるんですけど、ここはマップ表示できないので、マップがあるところはね、マップお見せして、出せないところは生き方を分かりやすくご説明していきたいと思います。ちなみに荒野のミッションある程度落ち着かせると、こんな感じでね、前のマップに飛ぶことができるようになりますんで、ご安心ください。それではまず一つ目行ってみましょう。ポテンシャルブラストっていうやつですね。ここ建設現場というワープポイントからこちらへ進んでいきます。で、僕はあらかじめ敵は倒してあるので、ちょいちょいね、出てくるんで、皆さんは気をつけてくださいね。で、こっちに登っていきます。結構近いです。ここ、鉄棒ジャンプしていただいて、右に行きます。で、ここジャンプしていただいて、ここですね。ここの台の上にちいちゃくね、光ってるんで、見落としてる方結構いるかもしれないですね。ここ忘れずに撮ってみてください。はい、二つ目、ピクシーザイオンですね。ザイオンの広場のここにありますね。こんな感じの、見た目で、ちょっとゴミ箱の前っていう感じですね。ここが2個目ですね。はい、3つ目、マキネッタキャラメルマキアートですね。マップのちょっと東端っていう感じですかね。ここの自販機を調べると出てきます。この辺りからね、やっぱ自販機とか調べられるものは全部調べた方がいいかなっていう感じの、探索の雰囲気出てきましたね。皆さん忘れずにチェックしてみてください。4つ目、ベヒーモスレッドはこういった感じの場所ですね。さっきより左下に進んだところって感じでしょうか。ここの自販機を調べると出てきます。5個目、マウンテンスパークルモンブランですね。マップで言うとここですね。ジャンクショップが近くにあるのが目印。その2階の部分のこの自販機ですね。どっちか忘れちゃったんですけど、多分こっちですね。ここから出てくると思います。こんな感じの見た目ですね。6個目、マキネッタアメリカーノですね。マップでここですね。さっきより右上に進んだ感じ。この自販機からだったかな、落ちてたか、この自販機だったと思います。調べてみてください。7個目、ディオニュソスですね。ここの掲示板のちょっと上っていう感じの場所になってます。確かね、この辺に落ちてたかなって感じですね。調べてみてください。確かこの辺り。8個目、バイエルン・バイスビア・デュンケルっていう飲み物ですね。ここですね。掲示板からちょっとこう回って下のすごいね細い道に入った感じのところですね。ここですね。ここに普通に落ちてましたね。この細い通路ですね。9個目、グレインティーウーロンですね。ここの橋みたいなところの真ん中に来てもらって、ここねロープあるので降りちゃってください。ここ降りた先にねちょっと微妙なところに隠されてるので、ここもはしごも降りていきますね。はい。で、ここね、宝箱あるんで、これで終わりと思いきや、あそこら辺に置いてあるんで、忘れずに取りに行ってみてください。続いて10個目は、荒野エリアに入ります。ポテンシャルテンペストっていうやつですね。マップで言うと、西の方ですね。ここちょっとギミックがあって、この上にね、宝箱があって、ちょっと見えないかな。これなんですけど、ここに入ってる缶がそれなんですけど、一体どうやってやるのかというと、ちょっと倒しますね。あそこに黄色い台、これ動かせるんで、これをね、ここに持ってきて、登るんですけど、ロックが宝箱にかかってるんで、ここにある一つ、この端末と、あっちの方にもね、敵が守ってる端末があるんで、あそこですね。これが2つ目。で、3つ目があそこ。で、4つ目はこの上に端末があるんでね、これ全部解除するとゲットすることができます。11個目、クライオカフェオリジナルですね。荒野の西側、ちょっと南の方に行って、すっごい崖際なんですけど、ここですね。ここに落ちてました。どんな感じの場所かっていうと、なんかね、でっかい建物というか廃墟みたいな中をこう通り抜けて、こっちからこう来て左に曲がると、あそこにあったんですね。ここね、外ね、結構敵いっぱいいるんで、駆け抜けると結構危険かもしれないですね。うまく来てみてください。12箇所目、ベヒーモスグリーンですね。これはギミックの宝箱で、ここですね。さっきよりちょっと右下に行ったところって感じですね。この、なんかね、鉄球を置くと、開くんですけど、これもう1個必要なんですね。2つここにはめると開くんですけど、もう1個がね、こっちの方ですね。あそこら辺の敵が守ってるんで、倒してゲットしてみてください。13個目、コルセアラガーですね。結構北の方、ここに来ていただいて、このね、段差の上に宝箱があって、その中に入ってるんですけど、これどうやって登るのかというと、そのまんまね、このまんま北の方、ここの端っこになんかスイッチがあって、こっちの方向ですね。実際に行ってみましょうかね。このまんままっすぐ行ってもらって、一つのギミックになってるんですけど、まっすぐ行って一番端っこまで行くと、ちょっとスイッチがあるんですね。これですね。これを押している間は、あっちに見えるリフトが片方だけ降りるんですね。で、次元式なので、こうやって急いで行くんですけど、ここと、ここにね、めちゃくちゃ強い固定砲台の敵が湧くので、先に倒しちゃうのがいいですかね。先に倒してしまってから、改めてもう一回挑
戦してみるっていう感じの方が一番やりやすかったですね。はい、これを押して、あそこのリフトが上に上がりきってしまう前に急いでここダッシュで駆け抜けてください。はい、こんな感じでですね。で、うまくいくと、ここからぴょーんとジャンプすることができます。このね、左側がここに落ちてきてるんで、このままぴょんって、ジャンプすれば上に登ることができます。ぜひやってみてください。14個目、バイエルン・ヘーフェバイスビアですね。さっきのところよりちょっと右側真ん中に行っていただいたここの自販機から出てきます。これは分かりやすいですね。15個目、グレインティーコーンですね。これも結構分かりやすいですね。ど真ん中っていう感じの位置ですね。ここの自販機から出てきます。16個目、マキネッタカフェラテですね。すごくね、右下の方に行ってください。一番南東端っていう感じですね。なんか、釣り場だなみたいなアナウンスで流れるエリアなんですけど、ここの宝箱最初にないんですけど、どうやって出すのかというと、あそこの荷台をここの重しに乗っけて、で、もう一個ね、上にあるんですね。これ2つ解除する必要があります。この荷台を、ここですね。ここに乗っけると、なんかね、あそこのクレーンからポーンと宝箱が落ちてきて、その中に入ってます。結構集まってきましたね。17個目、エリクサーキャロットですね。プラザ裏口にワープしてください。で、飛んできましたら、こっちに進んでいきますね。順路とは逆方向に戻っていきます。これが一番近いですね。まっすぐ行っていただいて、まあ、ここら辺ね、結構序盤から来ることができるんで、見覚えある方多いと思いますね。まあ、ここが休む場所になってますね。で、これ、最初来た時は下ね、水で覆われてると思うんですけど、ある程度荒野のミッションが落ち着いたら、忘却というサブクエストでここにもう一回来ることになるんですけど、その時にね、水を引く仕掛けをやる時があるので、こんな感じでね、下に行けるようになります。で、このままずっと進んでいただいて、今度左ですね。どんどん下に進んでいきます。結構わかりやすいんですけどね。で、ちなみにここに、コンテナがあるんですけど、これね、パスワードが必要で、そいつはここの下、この辺り、ここら辺にね、ちっちゃいロボットがいるんで、そいつが持ってます。倒してみてください。で、左ですね。これが目印ですね。このロープの経路が目印で、そのまままっすぐ行ったここの建物の下、ここに落ちてました。17個目です。18個目、クライオオリジナルですね。17個目の場所からまっすぐ出ていただいて、ここのロープを降りていきます。まあ、これもね、サブクエストの順路なんで、まあ、見落とす方いないかなって感じなんですけど、一応ね、自販機で分かりにくいんでご説明しておきたいと思います。動画の通りにこっちに進んでいただいて、ちょっと一段上がりますね。はい。ここも上がって右で、このまままっすぐ道なりに左で敵いるんですけど、鹿としてここですね。はい、ここの自販機に入ってますので調べてみてください。19個目、クライオゼロですね。マップでいうところの、なんかこの顔みたいなところの、ちょっとこの上ですね。ここに来てもらうと宝箱があるんですね。で、これを開けるとなんかね、的みたいなやつが出てきて、それ撃つと、こっちの方に逃げてくんですね。で、それを追っかけていって、で、右側に隠れるんですけど、確かね、この辺りにね、隠れてるんで、それを撃つとまた逃げるんですね。で、また直進していただいて、こっちの方ですね。はい、ずーっと進んでいって、左に行って、ここですね。この辺りにまた浮いてるので、撃つと、宝箱を落として缶ゲットって感じですね。これ結構難しいですよね。続いて20個目ですね。2段ジャンプが必要になってくるので、まだゲットしてない方はストーリー進めてからここに来てみてください。で、場所はさっきのところと近いんですけど、この顔みたいなところの、このら辺ですね。キャンプが近いですね。で、ここに来ると上にね、宝箱が置いてあって、あの中に入ってるんですね。で、どうやって行くかというと、この足場をここに置いて、これね、サーチすると、ここに、登ることができて、ここで2段ジャンプが必要になります。で、この足場は、確かね、ここら辺に置いてあったと思うんで、ここまで持ってきて、登ってきてください。ここジャンプ、2段ジャンプですね。で、ここ登って、はい、ジャンプでここを取ることができます。ネクタルオレンジですね。21個目、グレインティーバーレイですね。マップの結構下の方、南東の方、こちらですね、に来てもらって、ここね、実は岩肌登っていくことができるんですね。で、これをずいとずっと登っていってください。はい。で、登り終えましたら敵がいるんですけど、左向いてください。こっちですね。で、下の方見ると、あっちの方にも敵がいるので、ここを降りちゃってください。はい、ここですね。
で、ここね、旗みたいなのがあるので、ここも乗っかってジャンプって感じですね。ここはね、2段ジャンプいらないです。普通に。まあ、2段ジャンプある人はこうやって飛び越えちゃっても大丈夫です。で、ここの足場をこう、持って、下にどんどん降りて、こっちですね。はい、行ける方にどんどん降りていってください。よいしょ、降りましたね。降りましたら、この橋を渡ってまっすぐですね。はい、ここにね、敵が1匹いるのでお気をつけください。で、ここで一つギミックがあるんですけど、上を見てみると、これ23と3って書いてあるんですね。で、これ僕解いちゃったんですけど、初期状態に戻しておきました。で、ここの数字を23、ここを3にしたいんですね。で、結論から言うとね、これを動かすと、プラス1、マイナス1できたりするわけですね。はい。で、今3になりましたね。で、これをこっちに置いてとかして、どうにか23と3を作っていきたいわけですね。で、最初ここも空いてないですし、ここも空いてないです。で、やり方は、ここにあるやつを、まずここに置きますね。で、置くと、ここにロープが垂れてくるので、これに乗っかります。はい、乗っかったら、こっちですね。左に降りて、で、ここも降りて、で、ここですね。ここのパネルを操作すると、ここの扉が開くので、これを外に出します。はい、外に出して、荷台の数が、足りるようになったので、これを全部左側に乗っけて終了って感じですね。これも移動させて、こっちに全部3つとも乗っけてしまいます。うまいことを乗っけてください。これで23と3になったので、相手ここの宝箱からゲットですね。結構難しいですね。続いて22個目、ピクシーゼロですね。マップのこのジャンクヤードというワープポイントからちょっと上のこの辺りに来てください。ここに来ると、なんかね、この瓦礫の下にこの辺りですね、黄色いなんかね、ドローンみたいなやつが作業していてっていうかね、出れなくなっちゃってるんで、ここら辺ポンポンと打って助けてあげましょう。で、そうするとなんかこのまんま上にふーっと飛んできて、ここら辺でなんか作業して、缶を落としてくれますね。ここでまたゲットですね。23個目、クライオザクリアは、ここのワープポイントに飛んできてください。結構右の方ですね。で、ここに来るとすぐね、このワープポイントからちょっと北側に行くと紐が垂れてるんで、これで下に行ってみましょう。ずいずいずいと進んでいきます。ここもね、結構わかりやすいです。ここのロープも降りていただいて、で、ずっとまっすぐ行きますね。この道なりに、まあ多分順路って感じですかね。このまんま普通に、降りていって、こうちょっと落下死の可能性があるんで気をつけてくださいね。危ないですね。はい。ダッシュしたまんまだと結構ぬるぬる滑って落ちてくんで気をつけてください。で、このまんま、降りていって、あそこですね。はい。ここの牢屋みたいなところ入っていただくと、この辺りに落ちてました。24個目、エリクサーグリーン。結構真ん中らへんちょい上って感じですかね。すぐにウェイポイントがあるのが目印ですね。ここに来てみてください。で、そうするとこういうなんかちょっとアスレチックみたいなのがあって、ここはね、2段ジャンプが必須になります。ストーリー進めてみてください。で、ここから普通にジャンプして2段ジャンプで、ここに行って、ここも飛び越えて、で、1段降りますね。1段降りて振り返ったここに落ちてます。25個目、マウンテンスパークルハルラマウンテンっていうやつですね。名前長いですね。場所がさっきのこの顔みたいなところから左に行った大渓谷西部というところのちょっと北側、この壁を向いてください。で、ここに、2段ジャンプが必要になるんですけど、2段ジャンプが必要になるんだけど、ここに行ける足場があるので、ここ行っちゃってください。はい。ここですね。はい。で、登ったらこの先も2段ジャンプが必要になります。ここ2段ジャンプで飛び乗って、ここも2段ジャンプ。はい。で、もう1回2段ジャンプと、あとダッシュですね。ここも勢いをつけて、2段ジャンプ、ダッシュ。はい。で、次はあっちですね。ここは2段ジャンプ、ダッシュ。ギリギリいけましたね。はい。で、ここも、普通のジャンプでもいけますね。ここ。はい。こんな感じですね。で、ここに、捕まって、2段ジャンプ、ダッシュ。
はい、ここの高台に降りることができましたね。ここ敵めっちゃいるんでお気をつけください。で、こっちに進んでいったこのコンテナの中に入ってます。26個目、ヘイブングリーンティーですね。マップの、ここがソーラータワーっていう、ここミッションで来るところなんですけど、それのちょっと北側って感じですね。こちらですね。はい、ここに来ると、ちょっとこう下に降りれるような場所があるんですね。で、ここ下に降りると、この黒い箱があるのが目印ですね。で、ここを見て右側の下を見ると、おやおやとなんか棒がありますよね。あそこ実はね、捕まることができるんで、ここもね、2段ジャンプ必須ですね。こっからうまいこと調節して2段ジャンプで、はい、取り付いてください。で、あとはもう道なりに進むだけなんですけど、こっから動画の通りに進んでみてください。ここも上、ここも上ってやると、ここに掴まれて、そっちに、2段ジャンプで行くことができます。次、こっちですね。これ一本道なんでそんなに難しくないかなと思います。途中ね、ちょっとシビアな、距離がシビアなところがあるんですけど、何回かやればね、いけると思いますんで、ぜひ頑張って進めてみてください。ここ右ですね。よいしょ。飛んで、よいしょ。ここですね。ここ結構シビアなんで、思いっきり勢いを、つけてからここでダッシュでギリギリって感じですね。結構ギリでしたね。で、あとは上に進んで、もう道なりですね。結構難しいところは今越したんで、ここからはもう簡単だと思います。ここは、はい、2段ジャンプ。で、次はあそこの上ですね。ここ。はい、ここで、次は左側ですね。もうちょっとで、着くと思います。はい、ここ2段ジャンプで取り付いて、上ですね。はい、見えてきましたね。で、ここ左行って、はしごに取り付いて、頂上まで行ったらゴールですね。この上にコンテナがあるので、はい、ここでゲットですね。結構たくさんありましたね。皆さんお疲れ様でした。という感じでご紹介してきましたが、マジでね、他にも取りこぼしてるところあるかもしれないんで、ぜひね、こんなとこもあったぜって知ってる方はコメントで教えてください。超重要サブクエやってみたいと思います。本作はね、この荒野というところまで進めてくると、非常に多くのサブクエを受けることができて、どれからやろうかなとか、サブクエめんどくさい方はやんない方も多いと思うんですけど、このサブクエだけはやった方がいいよっていうのを見つけたんで、ここで一つ紹介したいと思います。それが、こういうロケーションのところで始まるクエストなんですけど、これですね、地球清掃計画というサブクエがあります。で、これどこで受注できるのかというと、街の掲示板ではなくて、なんかね、マップの荒野のこの辺りになんか進出した途端にアナウンスが流れて勝手にミッションが開始したんですね。で、そのままずっと進んでいって今僕どこにいるのかというとここですね。廃棄場というところにいます。で、そこでなんやかんやあって進めるとこういうねロボットが仲間になるんですね。で、実はこいつがねショップを開くようになって売ってるものがやばいんですね。実際話しかけてみましょう。はい、こんな感じでショップが開かれて結構やばいの売ってないですかね。ウェポンコア攻撃力が上がるやつですね。タンブラー拡張モジュール、ドローンアップグレードモジュール、オムニボルト、これもねいろいろイブ自体を強くする素材が限定ね3つとか5つとかあるんですけど、こんなショップで買えるのがね結構やばいんですね。これを買うのに必要なのはお金ではなくマイクロモーターとマイクロドライブという素材になるんですが、これは荒野にたくさんいる雑魚敵で主に機械類が落とすんですね。 HP の回復回数を増やしたりドローン強くしたり、装備の拡張なんかもできたりするんで、おまけにねメガネとかも売ってるんで、好きなメガネ見つけたらここで買ってみるのもいいですよね。全部コンプリートっていうのも面白いですよね。今のところねサブクエ全制覇で進めてきてますが、こういうね急に重要なサブクエがあったりするかもしれないんで、今後も動画で紹介していくんでぜひ参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。荒野エリアまでのおすすめ攻略5選でしたが、いやマジでね結構アクションも楽しいしやりごたえ抜群で収集要素もあるんで、これからどんどん楽しみですね。アクション苦手な方のための戦法とかね缶なんかも見つけ次第まとめて動画にしますんで、よかったらこれからもご覧ください。このチャンネルでは他ゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さよなら、バイバーイ。